さんこんにちは。今回は卓球という競技の上達における従来の常識を根本から覆す、まさにパラダイムシフトと呼ぶにふさわしいテーマについてじっくりとお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。卓球を本気で頑張っていると、練習では思い通りのドライブがバシバシ決まるのに、いざ試合の接戦になると体がカチコチに強ばってネットミスを連発しちゃうなんて悩み、本当によくありますよね。まさにそこなんです。それからベテランの方や指導者にもっと肩の力を抜けとか、相手の球をよく見て早く判断しろってアドバイスされるんだけど、意識すればするほど動作がギクシャクして動きがおかしくなるという声も絶えません。すごくわかります。あと用具に関しても、メーカーが宣伝している最新テクノロジー搭載の超高性能ラバーや何万円もする高級ラケットを揃えてみたものの、期待したほどの回転量やスピード、安定性が得られなくてがっかりしたという経験がある方も多いのではないでしょうか。実はそうした悩みのほとんどはプレイヤー個人の努力不足でも運動神経のせいでもないんですよ。努力不足でも運動神経のせいでもないんですか？じゃあどうしてそんな深刻な壁やスランプにはまっちゃうんですか？卓球界においては長年にわたり、指導者や上級者の主観や成功体験に基づく抽象的な感覚指導や、気合で押し切れ、気迫で立ち向かえといった根性論、精神論が指導現場を支配してきたんです。でもそういった言語化が不十分な感覚的な教えや精神論は、運動科学的な再現性に著しく欠けているんですよね。なるほど。教わる側も言葉の意味を抽象的な感覚で捉えるしかないから、脳と体の連携がうまくいかなくて再現できなくて当然だったんですね。そうなんです。だからこそ熱心なプレイヤーほど努力の方向性を見失ってスランプに苦しんでしまう。そこで今回ご紹介するのが YouTube チャンネル、とりあえず調べてみたチャンネル、卓球メイン、そしてトリシラ TT ラボが届ける再生リスト、卓球メンタル、練習理論、上達の思考法、メンタルトレーニング&プラクティステオリーズを徹底解説する広報レポートの内容です。感覚論や根性論に悩んできたプレイヤーにとってまさに諦めを照らす救い師のような再生リストですね。はい。Google ジェミニディープリサーチをはじめとする最先端の AI 解析技術と現代のスポーツバイオメカニクス、神経生理学、認知心理学の知見を緻密に融合させることで、これまでの指導者や用具メーカーが教えてくれなかった卓球の真実を極めてクリアに解き明かしていきます。この解説を聞いていただければ、脳と体のメカニズムにジャストフィットした科学的上達ロジックが手に入りますよ。ケンジさん、最先端の AI と科学的アプローチで解き明かされた卓球の真実って具体的にはどういうことなんでしょうか？ではまず詳細なメカニズムに入る前に、今回のレポートで明かされている重大な発見のハイライトをいくつか皆さんにお提示しておきましょう。はい、ダイジェストでぜひ教えてください。まず一つ目の重大な発見は、相手の球への反応や動き出しが遅いのは運動神経や筋力の問題ではなく、脳内における情報処理の過負荷、ボトルネックによるものだということです。運動神経じゃなくて脳の中の情報処理の遅れが原因だったんですか？そうなんです。そして二つ目の発見は、試合で緊張して体が強ばったり力んだりするのはメンタルが弱いからではなく、過度の緊張下で交感神経が暴走することによる正常な生体防御反応であるという点です。だからこそリラックスしろという意識的な指示はむしろ逆効果で、自律神経を物理的にハックする深層呼吸プロトコルこそが唯一の解決策になるんです。精神力で緊張に打ち勝つのではなく、呼吸で生理現象をコントロールするという科学的な切り替えですね。その通り。さらに3つ目の発見として、自主練習でおなじみの卓球マシンとリターンボードの運動学習効果の質的な違いが解き明かされました。マシンは予測が不要なクローズドスキルの型作りに適していて、リターンボードは感覚予測誤差を利用して実践の変化に対応するオープンスキルを鍛えるのに優れているという分析です。ただ何千球も闇雲に打つのではなく、脳の学習タイプに合わせて練習環境を選ぶ必要があるんですね。これらの発見についてここから一つずつ詳しく深掘りしていきましょう。ケンジさん、先ほど従来の指導法は感覚的で解像度が低いというお話がありましたが、具体的にどうしてそれがスランプの原因になっちゃうんでしょうか？例えば指導者の方からもっとボールをよく見て早く判断して動けとか、打球の瞬間に腕の力を抜けという言葉、一度は言われたことがありますよね。何度もあります。でもよく見るって目線をどう動かせばいいのかわからないですし、力を抜けと言われて力を抜くと今度はラケットが触れなくてスカッと空振りしそうになっちゃいます。それがまさに言葉の解像度の低さが引き起こす問題なんです。
指導者自身は長年の経験で自然とできている動きだから、そのできている感覚をそのまま言葉に伝える。しかし受け取る側はその抽象的なイメージを自分の頭で解釈しようとするため、脳から筋肉への指令がギクシャクして混乱してしまうんです。教える側と教わる側の間に感覚のズレが生じているわけですね。そうなんです。トリシラ TT ラボ Google ジェミニディープリサーチのレポートでも指摘されていますが、意識するという行為そのものがかえって脳や筋肉のスムーズな連動を阻害してしまうケースが非常に多い。感覚的なアドバイスはたまたま同じ感覚を共有できるセンスのある一部の人にしか通用しません。だからこそ感覚を言葉のまま受け取るのではなく、なぜそうなるのかという運動科学的なメカニズムに落とし込む必要があるんですね。あと、用具についての悩みもレポートで触れられていましたよね。最新のラバーや高価なラケットを買えばもっと回転がかかって強くなれるんじゃないかって期待しちゃうことってありませんか？ありますよね。メーカーのパンフレットやカタログを見ると、圧倒的な回転量、驚異のスピードと究極の安定性を両立なんて魅力的な言葉が踊っていますから、買い替えたくなっちゃう気持ちはすごくよくわかります。でも実際には何万円もする最新用具に買い替えても急にドライブが入るようになったりミスが減ったりすることは少ないですよね。そうなんです。もちろん技術の進歩によって用具の性能が向上しているのは事実ですが、用具はあくまでプレイヤー自身が出力した運動エネルギーや回転力を増幅・伝達する道具に過ぎません。プレイヤー自身が出力したエネルギーを伝える道具。なるほど。ボールに強い回転やすまじまいスピードを与えるのは最終的にはプレイヤー自身の身体の使い方であり、打球時の認知判断の精度なんです。エンジンの排気量の小さい車にどんな高級なハイグリップダイヤを履かせても劇的に速く走れるようにはならないのと同じですね。わかりやすい例えです。自分の脳と体というエンジンの仕組みを正しく理解してコントロールすることこそが上達への一番の近道なんですね。その根本的なエンジンを解析するために登場するのが最先端の AI 技術なんですね。具体的にはどのように分析されているんでしょうか？ YouTube チャンネルトリシュラ TT ラボでは Google ジェミナイディープリサーチをはじめとする高度な AI 解析技術を活用しています。これによってこれまで人間が主観でしか捉えられなかった複雑な運動動態や脳の情報処理のメカニズムを客観的なデータとして多角的に分析できるようになったんです。AI が卓球の動きや脳の情報処理を分析してくれるなんて本当にすごい時代になりましたね。本当にそう思います。さらにこの AI 解析に加えて運動の骨格や筋力を力学的に解明するスポーツバイオメカニクス、神経の伝達速度や自律神経の反応を調べる神経生理学、そして人の情報処理や意思決定モデルを研究する認知心理学という3つの科学的アプローチを融合させています。単なるベテランの経験談や根性論とは違って、医学や心理学、物理学の論文のような裏付けがあるから、すごく論理的で納得できますね。この科学的上達ロジックをひとたび理解すると、明日からの練習での考え方と体の動かし方が劇的かつ不可逆的に進化します。つまり、二度と間違った感覚指導に惑わされることがなくなるというわけです。ガイドのベースになっている卓球メンタル練習理論上達の思考法、メンタルトレーニング&プラクティスセオリーズという再生リストには、具体的にどんな動画が用意されているんですか？この再生リストに収録されている講義動画は1本あたり10分から長大なものでは1時間という破格の密度で制作されています。妥協のない多角的な分析と深掘りが行われているのが特徴ですね。1時間の動画もあるんですね。じっくり学べそうですね。具体的な講義タイトルをいくつか教えていただけますか？例えば35分49秒に及ぶテーブルテニス The biggest enemy in table tennis practice is hesitation AI analysis remake という動画では、動作遅れの最大の要因である脳内の迷いを消し去る美術が解説されています。プレッシャー対策の動画もありますよね。はい、26分30秒のテーブルテニス The breathing technique to stop tensing up AI analysis では、力みを物理的生理的に解除する呼吸プロトコルが紹介されています。さらに1時間に及ぶテーブルテニスロボット vs リターンボード AI アナリシスオブトレーニングエフェクティブネスでは、卓球マシンとリターンボードの運動学習効果を徹底比較しています。9分59秒のテーブルテニス Why Hesitation is Your Greatest Enemy in Training AI アナリシスという動画もあって、脳のメモリ消費を減らすテクニックが短時間で学べるようになっているんですね。どの動画もテーマがすごく具体的です。それではここからレポートの核となる卓球の真実について本格的に深掘りしていきましょう。まずは真実1の反応が遅いのは運動神経のせいではないというテーマです。
実戦で相手が高速なボールを打ってきた時、反応が遅れて差し込まれてしまったり、振り遅れてオーバーミスしちゃったりすることってありますよね。よくあります。指導者の方にもっと早くボールを見極めて素早く動けって怒られるんですけど、焦って急いで動こうとすると手打ちになっちゃってフォームが崩れるんですよね。 AI 分析ら突き止めた本質的な真実は、打球速度や動き出しの遅れの原因は筋力や運動神経の良し悪しではなく、脳内における情報処理の過負荷、つまりボトルネックにあるということです。筋肉や運動神経ではなく脳の処理速度が原因なんですね。そうなんです。人間の筋肉の伝達スピード自体には実はそれほど大きな個体差はありません。ボールを見てから実際に体が動き出すまでの間、脳の中で情報がスムーズに流れていないことこそが反応遅れの正体なんです。ボールが飛んできてからラケットで打ち返すまでの間に、私たちの脳の中では一体どんなプロセスが実行されているんですか？人間が卓球という超高速球技においてボールを認識し打球を完了させるまでには、脳内で3つの連続する認知運動制御ステップが順番に実行されているんです。その3つのステップについて順番に詳しく教えてください。まず第1ステップが視覚刺激の識別、スティミュラスアイデンティフィケーションです。相手のスイング動作やラケットの角度、ボールの回転、速度、軌道、バウンド位置を網膜経由で視覚野がキャッチして認識する段階ですね。ボールがどう飛んできたかを目と脳で捉える第一段階ですね。そして第2ステップが対応技術の選択、レスポンスセレクションです。認識した球に対してフォアで打つかバックで打つか、ドライブするかツッツキするか、コースはクロスかストレートかを決定します。どの技を使ってどこへ返すかを選ぶステップですね。最後に第3ステップが運動プログラムの発動、ムーブメントプログラミングです。決定した技術を実行するために脳から全身の筋肉へ神経伝達信号を送り、実際の身体運動を開始させます。3つのステップを聞いていると、どれも一瞬で行われている気がしますけど、どこで遅れが生じているんでしょうか？最も時間がかかり最大のボトルネックになっているのが第2ステップの対応技術の選択、レスポンスセレクションなんです。どう打ち返すか選ぶところですか？そうです。実戦で相手の球種やコースの選択肢が多い場面だと、この第2段階で脳のワーキングメモリ、作業記憶が瞬間的にパンクしてしまうんです。フォアかな、バックかな、ドライブかな、ストップかなと脳内で選択肢を迷っている間に、コンマ数秒の致命的なタイムラグが生じる。コンマ数秒のタイムラグ。卓球の超高速世界ではそのコンマ数秒が命取りになりますよね。まさにその通りです。この脳内での迷いや躊躇、ヘジテーションこそが身体への神経伝達を物理的に拘束し、動き出しを遅らせている最大の犯人だったわけです。運動神経が悪いから動けないのではなく、脳がどの運動プログラムを発動すべきか迷っているから動けないんですよ。脳の迷いが原因なら、その迷いを消して最速で動き出すためにはどうすればいいんですか？そこで講義で提示されているのが、あらかじめ脳内に条件分岐の意思決定アルゴリズムを組み込むイフゼンプランニングと認知の自動化という手法です。もしならこうするというルールを事前に脳へプログラムしておくことですね。そうです。例えば if 相手の打球が深いバックに来たら then 迷わずクロスへ引きつけてドライブする、 if 浅いツッツキが来たら then 即座にストップするというように、対応パターンを事前にシンプルに決定しておきます。あらかじめ選択肢を絞り込んでおけば、第2ステップの選択にかかる時間が限りなくゼロになりますね。その通り、脳の処理負荷、認知負荷を最小化することで判断の遅れがなくなり、意識せずとも体が最速かつ正確に自動で動き出すようになります。これこそが反応速度を劇的に向上させる科学的からくりなんです。続いて真実2に入っていきましょう。これも多くのプレイヤーが悩んでいる試合中の力みについてですね。決定場面やデュースなどの重要な局面で肩の力を抜いてリラックスしようと自分に言い聞かせたこと、皆さんもありますよね。あります。でもリラックスしなきゃと思えば思うほど腕がカチコチになってイージーミスをしちゃうんですよね。実はプレッシャー下で身体が強まる現象は、あなたの心が弱いからでもメンタルが弱小だからでもありません。心が弱いから力んじゃうわけじゃないんですか？はい、これは人間の生存本能として過度の緊張下で交感神経が暴走することによって起こる正常な生体防御反応に過ぎないんです。生体防御反応。緊張した時、信頼の中では一体何が起きているんですか？プレッシャーを受けると脳の扁桃体からストレス信号が発信されて、交感神経系が急激に優位になります。すると骨格筋の中にある微小な感光センサーである筋紡錘の感度が過剰に高まってしまうんです。
筋紡錘の感度が上がるとどうなるんですか？筋肉がわずかに伸ばされただけでも筋紡錘がちぎれてしまうと危険を察知して強烈に収縮しようとします。その結果、関節を曲げる手動筋と伸ばす拮抗筋が同時に激しく収縮する強収縮という現象が発生するんです。アクセルとブレーキを同時に全力で踏み込んでいるような状態ですね。まさにそれです。だから肩や手首の可動域が物理的にロックされてしまう。この生理現象が起きている最中に意識的にリラックスしようと考えると、脳は運動制御の指令をかえって複雑化させてしまい、余計に筋緊張を増幅させるという悪循環に陥ってしまうんです。意識でリラックスしようとしても逆効果なら、どうやってその固まった身体を解除すればいいんでしょうか？観念的な精神論ではなく、呼吸法を用いて自律神経を物理的にハックするという生理学的アプローチをとります。呼吸で自律神経をハックする。具体的にはどんな呼吸を行うんですか？浅い胸式呼吸ではなく、横隔膜を深く稼働させる特定の深層呼吸プロトコルを実行します。深く横隔膜を動かすことで胸腔内の圧力を変化させ、延髄を通る副交感神経の主幹である迷走神経、ベイガスナーブに直接的な痴漢シグナルを送るんです。迷走神経に直接リラックスのシグナルを送り込むんですね。そうです。これにより心拍変動 HRV、ハートレートバリアビリティが向上し、暴走していた交感神経を数秒レベルで副交感神経主導の状態へと安全に引き戻すことができます。この科学的呼吸法を使えば、試合中のどんな修羅場でも過剰な力みを即座に解除して、練習通りのしなやかなフォームを再現できるようになります。続いて真術3に入りましょう。今度は自主練習の環境についての深掘り解説ですね。はい。講義動画テーブルテニスロボット VS リターンボードでは、卓球マシンとリターンボードという2つの自主練習器具が人間の知覚運動ループ、パーセプチュアルモーターループや脳の運動学習、モーターラーニングにどう影響を与えるかを比較検証しています。どちらも一人練習には欠かせない人気器具ですが、脳への効果にはどんな違いがあるんですか？用具メーカーや販売店は、卓球マシンを使えば一人で何千球も打てるから劇的に上達するとアピールしがちですよね。しかし AI による運動分析は、両者がもたらす脳への学習効果に明確な質的違いがあることを突き止めました。まず卓球マシンの方にはどんな特徴や学習効果があるんでしょうか？卓球マシンは一定のピッチ、固定された回転量やコースで機械的にボールが発射されますよね。これは環境変化のない運動を学ぶクローズドスキル型トレーニングに該当します。毎回決まった軌道で同じ球が飛んでくる練習ですね。はい。これは打球フォームの定着や特定の筋肉のメモリ形成、つまり筋神経系の基本回路構築には非常に高い効果を発揮します。初心者の方や新しい技術の基礎の型を作りたいときには最適です。型作りにはすごく頼もしい見方ですね。ただし、マシンには相手の発射動作、相手のフォームやラケットの入る角度が存在しません。そのため、実戦で最も重要な相手の動きから球筋を読み取る視覚的予測対応能力を鍛えることは原理的に不可能なんです。では一方のリターンボードの方はどういう特性があるんですか？リターンボードは自分が放った打球の回転量、スピード、軌道がそのままダイレクトに跳ね返って自分に戻ってきますよね。これはオープンスキル適用型トレーニングになります。自分の打った球の質がそのまま返球に戻ってくるわけですね。そうです。もし自分が質の低い甘い球を打つと返球も不安定になって戻ってきます。つまり自分が打った感触と実際に戻ってきた球のズレ、すなわち感覚予測誤差、センソリープレディクションエラーが脳の小脳、内部モデルに即座にフィードバックされるんです。脳が今の打ち方だと返球が浮いちゃうなとリアルタイムで修正学習を行うんですね。まさにそれです。刻々と変化する球質に対応し続ける必要があるので、実践に直結する適応運動学習、アダプティブモーターラーニングを強力に促進します。自分の今の課題は型の定着、クローズドなのか、それとも実践での変化対応力の強化、応点なのか、見極めて練習環境を選ぶことが大切なんです。ここまで3つの真実を詳しく聞いてきましたが、この科学的アプローチを日々の練習に取り入れると、プレイヤーには具体的にどんな変化が現れますか？主に3つの劇的な変化が訪れます。1つ目は試合中のプレースピードと打点の安定感が跳ね上がることです。脳の情報処理にかかる無駄な迷いの時間がカットされるため、相手の高速打球に対して圧倒的な時間の余裕が生まれます。バウンド直後の最高の打点を落ち着いて捉えて、狙いすましたコースへ正確に打ち込めるようになるんですね。2つ目はデュースや決定場面でのメンタルのブレやボンミスが激減することです。
緊張を感情ではなく生理現象として捉え、呼吸プロトコルで自律神経をコントロールできるようになるため、練習で積み重ねた実力をそのまま得点力に変換できます。勝負どころで本来の実力を出せるのはプレイヤーにとって一番嬉しい変化ですね。そして3つ目は、毎日の1時間1球の練習効率が劇的に高まることです。今のミスはフォームのせいか、それとも認知選択の遅れによるものかを自分で正しく分析できるので、根拠のない闇雲な打ち込みを排除して最短ルートで上達できるようになります。この再生リストの学びは、プレイヤーそれぞれの立場によっても活かし方が広がりますよね。その通りです。まず伸び悩みを感じている競技プレイヤーの方は、フォーム修正ばかり繰り返す技術の泥沼から抜け出して、脳の認知判断アルゴリズムをアップデートすることに注目してください。本番の緊張やプレッシャーに悩む選手はどうでしょうか。気合で乗り切るといった無意味な根性論を今すぐ捨てて、医学生理学に基づいた呼吸プロトコルという確実な身体コントロール法を身につけましょう。また一人で練習する社会人や学生プレイヤーにとっても、この鳥白 TT ラボの理論は最強の専属パーソナルコーチになってくれます。指導者やコーチ、保護者の方にとっても必読の内容ですね。はい。力を抜け、ボールをよく見ろといった抽象的な指示から卒業し、神経系や生理学に基づいた解像度の高い論理的言語で指導できるようになるため、選手や子どもたちの才能を一気に開花させることができますよ。ケンジさん、今回の解説を通して卓球上達に対する考え方が根本からガラリと変わりました。それこそが本レポートのテーマであるパラダイムシフトです。卓球で勝利をつかみ、狙い通りのプレーを実現するための本当の答えは、闇雲に何千球も打ち込むことでも、メーカーの宣伝を鵜呑みにして高価な用具を買い替えることでもありません。自分らの脳と身体のメカニズムを正しく解明し、科学的にコントロールすることですね。まさにその通りです。主観的な経験則や根性論に振り回される時間はもう終わりにしましょう。最先端 AI のデータ解析と現代のスポーツ科学が融合した卓球メンタル練習理論上達の思考法の理論が、あなたの潜在能力を余すことなく解き放ってくれます。ぜひ皆さんも再生リストの動画をチェックして、日々の練習でこの科学的上達プロセスを実践してみてくださいね。科学的な思考法と正しいメカニズムを手に入れれば、これまで皆さんが費やしてきた膨大な努力と時間が全て確かな成果へと変わっていきます。最新科学が解明した卓球上達の真実を、ぜひあなた自身のプレーで体感してみてください。それでは今回の解説動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。